皆さんおはようございます。シオネルです。昨日はドラえもんトラムに乗って万葉線を満喫した後、氷見にやってきました。本日はサイコロ切符2日目。早起きしてタクシーに乗っています。向かっているのは氷見漁港2階にある魚市場食堂。お目当てはもちろん海鮮丼。皆さんおはようございます。ということで、じゃん、こちら。ということで到着。朝の漁港の様子を少し見学して、そのままお店に入ります。じゃーん、見てください、このボリューム。その日の朝の仕入れによって変わるネタが盛り付けられています。そして定食には土鍋の漁師汁がついてきます。海の幸を目の前に抑えきれない興奮。ではいただきます。量は大中小とありますが、私が選んだやわやわ盛りは富山弁でゆっくりのんびりという意味の並盛り。ちなみに半佐盛りとは氷見市独特の方言ですごい、とてもという意味だそうで、大盛りのことを指します。ここはかなり並ぶと聞いて不安だったのですが、月曜日の朝に行ったからか満席になることはありますが、待ちは発生していないようでした。朝からかなり量の多い海鮮丼を食べてきました。めっちゃ美味しかった。で、なんか漁師汁っていうのが絶対についてくるんですけど、それもめっちゃ量が多くて今ね、信じられないくらい、すごい鳥飛んで、信じられないくらいお腹がいっぱいです。お昼ご飯が食べられるか心配早めに来てよかったです。さあ、氷見駅に戻ります。歩いているとこんな看板が。昨日の漫画ストリートは少し遠いので、駅近の怪物くんストリートに行ってみます。すっごい綺麗に紅葉をしてるけど、昨日のね、暴風雨でめちゃめちゃ散ってしまっている。魚市場食堂から駅までは徒歩20分ほど。今日は一日雨予報だったので、雨が降っていなくて最高にルンルン気分で歩きました。私はドラキュラの像が一番好きでした。タコ足のうねうね感とこの色合いがとっても可愛いです。氷見市へようこそ。昨日は大雨で全く見ていなかったのですが、駅前でも氷見市出身藤子 A 先生のキャラクターたちがお出迎えしてくれていました。かわいい。ウェルカムトゥ氷見。氷見線高岡方面は約1時間に1本。私が乗車する列車の時刻は載っていません。これから私が乗車するのはベルモンタ11時6分発新高岡行きです。やってきました。深い緑色の車体にゴールドのラインがクラシカルで気品のある外観ですね。1両編成でとっても可愛らしく、その見た目からも絵本から飛び出してきたようです。観光列車ならではの特別感にワクワクします。ありがとうございます。運転士さんに座席指定券を見せて、いよいよ乗車。乗車するとお食事の準備が行われていました。車両コンセプトは走るギャラリー。彫刻の装飾が豪華な車内。車体と同じ深い緑色。
そして木目調の温かみのある床や座席がシンプルながらも上品で落ち着く雰囲気です。そして最大の特徴は窓向きのカウンター席。こちらが海と立山連峰側です。駅員さん、地元の方に見送られて出発しました。車内は満席。私はカウンター席争奪戦には敗れボックス席です。カウンター席は人気なので1ヶ月前の10時打ちが必須かなと思います。ベルモンタは高岡駅を起点に山側に伸びる JR 城花線、海側に伸びる JR 氷見線を運行する自然豊かな車窓を楽しめる観光列車。土曜日は城花線、日曜日は氷見線を走っています。本日は月曜日なのですが、たまに月曜日に運行している場合もあります。天井も照明がとってもおしゃれですよね。そしてこの列車で楽しみにしていたことの一つが地元の方によるガイドアナウンス。氷見にもその名所がかなりあります。店の海といって歴史や氷見での生活などいろいろな話を聞くことができ、列車と沿線の魅力をより深く知ることができます。そちらももしいらっしゃいますお願いいたします。ありがとうございます。非常にありがたいですけど、氷見線は海岸沿いを走る絶景路線としても人気で、今日はどんな景色と出会えるのか楽しみにしていたのですが、あいにくのお天気。天気が良ければ海越しに立山連峰の絶景が見えるとのことでパネルでの案内がありました。そして列車は天原市海岸沿いへ。ここは日本の渚100選にも認定された美しい海岸。曇り空でも綺麗な海岸であることがわかります。ここで注文していたお寿司が届きました。歴史を感じさせるこの景色にはどこかロマンが漂います。本当は景色を見るときに利用できる補助シートがあったり、伝統工芸品の展示などもあって移動したかったのですが、満席だったため諦めました。カウンター席が取れなかった場合はボックス席の内側座席がおすすめかもしれません。さあ、素敵な景色とガイドを楽しみながらお寿司も食べちゃいます。五感で味わう富山、なかなかに贅沢です。このお寿司、他にも種類はあるのですが、乗車の3日前17時までに予約すると車内で特別な食事ができます。当日でも在庫があれば提供してくれるとのこと。そしてなんとこのお寿司、現在走行中のベルモンタに同乗している寿司職人さんが握ってくれたもの。新鮮な海の幸をお寿司屋さんに来たかのように楽しめる最高の列車です。乗車には乗車券の他に座席指定券530円が必要です。お手頃に乗れますよね。私はいいご予約で予約しましたが、その場合は座席の指定ができません。確実にお目当ての座席に座りたい方は緑の窓口へ行くと座席指定で予約が可能です。乗車時間は約55分と短め。動く美術館を堪能するには少し短いですが、お値段も安めで気軽に乗れるのがいいですね。古墳時代、中持ちの万葉の時代、それでこちらの伏木駅は北前船で栄えた伏木港と鉄道を結び、貨物輸送の拠点として地域の発展を支えてきたそうです。西洋線が通るようなそこから船を出して都の方へ出していったと。それと同時にこちらはアロンアルファの工場。すぐそばを通るとかなり迫力があります。ベルモンタは愛称で、正式にはベルモンターニュ・エ・メールと言います。エリアの特徴である美しい山と海をフランス語で表現しているそうです。名前が美術館ですよね。
この名前を知っていると、より旅への期待が膨らみます。そうです。左側に見える工場、あそこはリサイクルのものを扱っているそうです。全国のバスや、乗らなくなった鉄道がここに集まってきまして、いっぱい並んでます。左手にいっぱい並んでます。いっぱい並んでます。窓枠は額縁のようになっており、流れる景色を作品のように見ることができます。伝統工芸品が展示されていたり、つり革は木製で可愛い。このさまざまな図柄は高岡銅器をイメージとする銅箔と沿線の4つの場所を代表する図柄で装飾されているそうです。高岡の銅器は非常にかつて。そしてもう残り1貫となってしまいましたが、本日私が食べているお寿司のネタはキジハタ、アンカン、鏡鯛、鮭の昆布締め、アオリイカの5貫です。季節によって違ったお魚を食べられるというのもまたベルモンタを楽しめるポイントにもなっていますよね。列車の中で新鮮なお寿司を食べられるなんて最高の体験です。千本郷地のそういうような素敵な街並みもありますし、山頂筋といってそこも引き山ガイドを終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。ガイドの方のお話が面白く、乗車時間はあっという間。高岡駅に到着します。ベルモンタ最後のお楽しみは高岡駅に到着した後、停車時間が長いので記念乗車証のスタンプをこのタイミングで押しました。右ページには記念に切符を挟めるようになっています。メモ帳ももらえました。そしてその後はなんと氷見線ホームから城花線ホームへ、高岡駅構内で車両が移動する様子を見られるのではなく、乗ったまま体験できます。見ることはあっても乗っていることは今までなかったので、私も含め乗客の皆さんも興味津々です。高岡駅の氷見線と城花線ホームは6番乗り場から2番乗り場と離れているため、分岐器を8個渡った地点まで一度車両を移動し、そこで列車の進行方向を逆にする作業を行い、その後城花線ホームへと向かうそうです。車両に乗っての駅構内移動ができるのは JR 西日本ではベルモンタだけなんだそう。これを体験しないわけにはいきませんよね。高岡駅2番乗り場への移動を開始いたしました。列車が大きくされていますので、お立ちの距離はお伝えいただきますようお願いをいたします。これ列車が大きくされていますので、氷見線ホームから城花線ホームへ移動するためには愛の風富山鉄道を横断します。愛の風富山鉄道さんの協力によりこの体験が実現したとのこと。鉄道会社同士の連携が地域の旅をより魅力的にしているんだなと感じ、とっても嬉しくなりました。
新高岡駅に向けて走り出しました。ご利用くださいましてありがとうございました。まもなく終点新高岡に着きます。ということで新高岡駅に到着。新幹線との接続駅でもあり、このまま帰ることもできますが、私は城花線に乗って高岡に戻ります。そして城花線ではなんと忍者服部くん列車に遭遇。こちらの列車は運行ダイヤが公開されていないようで、出会えると思っていなかったのでとってもラッキーでした。外装だけではなく車内にも服部くんや他のキャラクターたちが。すごい立山連峰飛んでる。そして高岡駅ではまたまたドラえもんトラムに遭遇。ワクワクする列車たちを乗り継いで坂下町電停で降りて観光に行きます。なんか桃太郎がいる。犬、猿、キジ全員いるけど、なんかあっちにもなんかいる。何これ、かわいい。狼と7匹のヤギだ。絶対そうだそうだ。あ、小ヤギね、間違えちゃった。へえ。桃太郎さん、桃太郎さん、お腰につけたきびだんご、一つ私にくださいな。こんな感じで普通の街並みを歩いてきたんですけど、そこに突然ドドーンと高岡大仏、日本三大大仏の一つですね、街に溶け込んでます。すっごい大きい扉。お、鳥獣戯画。すごい。山頂筋の街並みを今歩いてきて、今からもう一回昨日と同じ越の方方面に万葉線に乗っていこうかなって思ったんですけど、見てください。
これが電車乗り場。もうちょっと正直意味がわからない。でここにこう電車乗り場ってあって、電車が停車してから車に気をつけてご乗車くださいってあるんですけど、この乗り方が一応あって、電車が来るまでは歩道で待ってて、乗るときは走ってくる車がないかこうやって左右をね確認してから乗ってくださいって書いてあったんですけど、今私本当乗り方が分かんなくて、車が全然止まってくれないので、めっちゃいつ渡ればいいのって感じでやってたら、なんと行ってしまいました。電車つらい。15分後に再挑戦です。列車が到着します。列車が停車してから車に気をつけてご乗車ください。最後に万葉線をもう一度満喫して、サイコロ切符の旅は終了。行きと同じく敦賀経由で大阪まで帰ります。富山県1泊2日の旅、いかがでしたか？富山に行って4日後に富山旅行が決定するというまさかのくじ引きでしたが、知らない魅力にたくさん出会えて、もっともっと富山が好きになる旅となりました。季節を変えて、また天気もいい時に遊びに行きたいです。ということで、本日も最後まで見ていただきありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。